鮭ハラミ、イクラのなんか醤油漬けみたいなやつ、毎日の積み重ねが一瞬の奇跡を生む。皆さんこんにちは、ももチャンネル始めていきたいと思います。で以前、3月末に、インスタとツイッターで質問募集させていただいたんですけど、今日はそのねインスタの方の届いた質問に対して答えていきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。緊張しないコツは、その試合に入るまでに自分が納得できる練習をどんだけ積んでこれたか、これに尽きると思いますね。正直もう本番になって慌て出すようで遅いと思ってるんで、そこまでの準備しっかりできてれば自信を持ってコートに入れるんじゃないかなと思います。自分が打つ時にもうすでにちょっと相手のことを見てるというか、間接視野でこう相手のポジションを見ながら自分が打つ、自分の球が甘いかいい球がいったかでポジショニングが変わってくるかなっていう。やっぱいい球がいったら相手の体勢が悪くなっちゃう。そうなった時は前重心っていうか、そうじゃない時はちょっと構えるっていうスタイルですかね。あんだけ練習してきたんだから、逆境であっても、点数負けててもやってきたことをとにかくやろうと。やっぱり弱気になったりビビったりしてそのまま負けてしまって悔いが残るのだけは一番嫌なので、それだけはしないように全部出し切ろうって思うかな。コンビニだと鮭ハラミ、あとはイクラのなんか醤油漬けみたいなやつ、ちょっと高い方のおにぎりなんですけどすいません、ちょっとそれぐらい食べさせてください。持ってきますね。ラーメン、カップラーメンじゃなくてなんていうの、あれインスタントラーメン、あれは結構持ってきますね。本当に海外で食べるラーメンの幸福度は結構やばいっす、お風呂に浸かりながら YouTube 見たり、あと好きな音楽を熱唱することです。ワンピース最初からずっと見てます。もう数えきれないぐらいあるんで、そんなのもう数えたことないな。一つの部屋パンパンになるぐらいあると思います。自慢じゃないですけど、対戦相手があんまり経験したことないと思うんで、圧倒的に左利きが少ないと思うし、その時点でちょっと有利なんじゃないかなという。あと上からの球、サウスポンクロスファイヤーは結構有効だかなと思います。練習がない日は遊んだ方がいいですね。いろんなことを経験していろんなことに取り組んでいろんな知識を経て、そのエネルギーをバドミントンに。無駄なことってないね。9歳でしょ、無限の可能性ある。なんなら他のスポーツもやってほしいね。バドミントンだけじゃなくてバドミントンを第一としながら他のスポーツをこう取り組むっていう、毎日の積み重ねが一瞬の奇跡を生むっていう言葉が座右の銘です。ガキツカの収録前一番緊張しました。右手の俺には勝てる気がすると思います。右手だったら他の人たちと結構いい勝負すると動けるけど技術力はマジで皆さんと一緒です。なんかおしゃれなイタリアンとかフランス料理のワイン継ぐ人みたいな、あれかっこいいからちょっとやってみたいですね。同級生も周りにいたし先輩方も知ってる人ばっかだったんで、もう毎日がこう合宿みたいな感じですごく楽しかったですね。洗濯とかはめんどくさかったけど、実家帰るか仲いい人たちと温泉とか行きたいな。めっちゃアクティブに遊ぶんじゃなくてまったりのんびりしたいですね。あれでしょ、鬼滅の刃無限列車編、音楽を聴きながらストレッチをして深くこう深呼吸するような感じで集中すればするほどこう体の中にこう音楽が入ってくるような感じ。多分一番そういう時が力が抜けてる状態、いい緊張感で筋肉もほぐれすぎないっていう感じ、ちょっと血が冷たくなるというか、そこに行くまでまったり過ごす。そこから準備運動を始める。ウェイトトレーニングとか体幹トレーニングすることによって怪我のリスクはできると思うんですけど、インナーマッスルも鍛えないと怪我につながってしまうので、そこも大事ですね。あとは練習後のストレッチは本当に大事なんで、最近僕も25歳を超えてから感じるようになりました。ジュニアの皆さん本当にストレッチ大事なんで、風呂上がりには絶対やってください。いやもうやっぱ人間なんで調子悪い日はあるんですけど、逆に調子悪い日の方が楽しいというか、トライするというか、調子が悪い時は何ができるんだろうって自分に、これはできる、これはできないで、この球もう一回打っても同じようにいかない、
だけどこの相手にはどうやって勝つかっていう、なんていうのかな、何かわざと自分にこう枷をつけて相手を倒しに行くというか RPG みたいな感じで、やっぱ負けてしまう日もあるけど、まあそれはそれで明日は来るんで、調子悪い時こそ強くなれるチャンスだと思ってトライしてほしいですね。やばいなっていう、プレーどうこうよりも入場する前のオーラがウォーミングアップ場からこう来てかっこいいっていう、あの時はなんかもう勝ちに行くっていうよりも圧倒された思い出がありますね。自主練毎日練習して足りないと思ったところ、やっぱ練習の中で課題って見えるんで、やっぱモヤモヤしたまま帰るんじゃなくて、そこをしっかりやって納得して帰るようにしてます。めちゃくちゃ太ってるだろうね。めちゃくちゃ食べるの好きなんで、最近は食パンにすごいハマってて、おすすめあったらコメント欄お待ちしてます。一番欲しいものか。このコロナというウイルスをやっつけるパワーが欲しいです。これは自分を客観視することですね。めちゃくちゃイライラしても、イライラしてる自分を外側から見てるような感じで、あの人めっちゃイライラしてんだよって多分思えたら、イライラしてる人を見るのって結構不快じゃないですか。それが自分の落ち着かせ方かな。この人めっちゃ緊張してるじゃんって思えたらちょっと気持ち楽になるし、これは一歩目の速さ。やっぱりバドミントンってコートをカバーする競技なので、1球でも相手のコートに多く返せば勝ちなので、そのコートカバー力は一歩目の速さが鍵になってくると思うので、一歩目を意識したフットワーク練習をぶっ倒れるまで続けてください。最大のライバルは自分です、はい、毎日自分に負けずに突き詰めることができたら絶対に強くなれるし、夢が叶うとは言い切れないですけど、自分が納得するレベルまではいけると思うし、そうなればどんどん楽しくなってくると思うので、最大のライバルは自分です。結婚願望はめちゃくちゃあります。彼女もめちゃくちゃ欲しいです。以上です今回ね、こんな感じで質問答えてみました。自分なりにこう質問をこう解釈して答えてみたんですけど、ちょっと角度違うぞって思った人はもう一回コメントとか質問欲しいし、私の質問を答えてほしいなって思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今日はこんな感じでありがとうございました。バイバーイ。